未来の準備に時間を使うことっていうのが絶対条件ですと、いうことですよね。なんでやっぱ管理職って役職じゃなくて、役割のやっぱ比重で定義されるって言ってもまあ過言じゃないかなと。それ忙しいだとしても、未来のための思考と行動にこそ時間を使うべき。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり育成術などをお話しします。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマが管理職の成長マップということで、こちらどういった内容なのか少し気になりますね。なんか質問ですね。はい。管理職が通常の業務以外で絶対に取るべき業務は、みたいな質問がありました。答えですね。管理職が、通常業務以外で必ず取り組むべきことって、未来に向けて考え、未来のために動くことですよと。結論としてはこういうふうにお話したいなと思ってます。まずはなぜですね、未来思考と未来行動が必要かと。管理職って何のためにいるかと。そういう本質って今を回す人じゃなくて未来を作る人でなきゃいけないですよね。そうですね。現場が今日生きるんだったら、管理職は1年後の結果もそうですし、3年後の結果もそうですし、そういった未来の成果を作る存在ですと。だからいつも言いますけど、現場だったら今目の前はなんとか戦いに勝つことを頑張る。その上の管理職は1年後3年後ぐらいを考える。経営陣は5年後10年後考える。簡単に言うとこんな感じですよね。要は未来軸の長い時間軸を考えられる人ほどこう上の管理職として上級になっていくみたいな感じです。だからこそ通常業務、今を回す仕事ですよ。通常業務以外においては未来の準備に時間を使うことっていうのが絶対条件ですと、いうことですよね。なんで時間の使い方が正直な話管理職の未来決めるわけですよ。例えば現場に入りすぎる管理職は、忙しいのに組織が変わらない。未来に時間を使う管理職は今は静かでもやがて、ちゃんと成長していくわけですね。ということですね。管理職の業務って話になるんですけど、業種によってはもちろん具体的に違うと思うんですけど、根本的に考えればこれ3区分ですと。3区分に分けられる。一つはオペレーションマネジメントですね。要はその日々とか、習字とかの業務遂行と、現場の数字責任、おそらく実務処理とか、KPI 管理とかトラブル対応とか、現場調整とかこんな感じね。だからどの業種であっても、オペレーションマネジメントの業務一つですよね。で次にピープルマネジメント、コミュニケーションとかリソースマネジメントを含む、内容としては部下やチームに対する管理育成ですよね。例えば評価の面談とか、そもそも評価とかね、ワンオンワンとか、育成計画だとかリソース調整とか指揮管理みたいな、こういうのが2個目ですよね。ピープルマネジメント。3つ目、これが未来の仕事です。組織マネジメント。組織全体の未来設計と構造づくりとでも言えばいいですかね。主な業務としては文化づくりとか組織設計とか中長期戦略とか、人材戦略、また幹部育成とか、そういうことを言ってますよね。なんで大きく3つ。1つ目がオペレーションマネジメント、2つ目がピープルマネジメント、3つ目が組織マネジメント。このオペレーションマネジメントとピープルマネジメントは基本今の仕事ですよ。管理職のフェーズとかチームのフェーズによって業務割合を変化させようっていう、変化させなきゃいけないんだけど、ここで言っていくと、まだ管理職成り立てです、初級ですみたいな人で言うならば、多分ですね、オペレーションマネジメントに7割ぐらいの時間を使って、ピープルマネジメントに3割ぐらいの時間を使って、組織マネジメントゼロ。こんな感じだと思います。これが中級になってくるとですね、オペレーションマネジメント 50%、ピープルマネジメント 30%、組織マネジメント 20%、こんな感
じになりますよね。上級になるとオペレーションマネジメント 20%、 ピープルマネジメント 30%、 組織マネジメント 50%。 大半占めるんですね。管理職初級はオペレーション70、ピープル30としたら現場を回しながら要は本来は人を知る段階みたいな、本当初級ですよ、初級。中級はね、チーム単位の成果と改善に踏み込むみたいな感じかな。上級はやっぱ組織や未来に責任を持って、思考量が勝負ですと。例えばそのピープルマネジメントと組織マネジメントの違いがちょっとごっちゃになったり分かんなかったりする人がたまにいるんで、ちょっと解説しておくと、ピープルマネジメントでは人のマネジメントですと言うんだけど、例えばじゃあワンオンワン、ピープルマネジメントとしてのワンオンワンは状況確認とか、改善とかモチベーション対応とか、こんな感じだったらピープルマネジメントですよと、今をうまくこう回すためのやること。でも例えばちょっと考え方変えてワンオンワンなんだけど、価値観とかウィルを引き出したりとか未来に向けての対話をする、これだったら若干組織マネジメントっぽいんですよね。評価みたいな話も実績評価とかスキル確認っていわゆるここでいうピープルマネジメントで今をうまく回すためとか、今の評価とか。でもこれをこう組織マネジメントっぽく言うと、将来の登用設計とか、成長戦略の布石に対しての評価だったら組織マネジメントの部類に入るよねみたいな。育成っていう観点でもマニュアル指導とか、現場適用とかって言ってたら、これはピープルマネジメント今のことですよと。例えば自立型人材の育成とか組織文化の継承とか、こういう部類になってくると組織マネジメントだねみたいな。そんな感じでちょっと似たようだけど違いがありますよと。なんでやっぱ管理職って役職じゃなくて、役割のやっぱ比重で定義されるって言っても過言じゃないかなと。最初はその初級管理職だからオペレーションマネジメント中心、になっちゃうとどうしても思うんですよ。で仕事を知らなきゃいけないから、で徐々にこうちゃんと人を動かしていく力、ピープルマネジメントをしていって、で次にやっぱり未来を描く力、組織マネジメントですね。で重心がシフトしていくのが管理職としてのステップだし成長だし、ってことですね。だからこの3つのバランスをちゃんと意識して、当然例えばオペレーションマネージャーをおざなりにしてもいけないんで最初から、理解しなきゃいけないし、なんでそのちゃんと結果も含めて成長も含めて自分の比重、管理職としての比重を段階に変えていくこと、でちゃんと管理職として成長してるみたいな感じになるんだと思うんですね。誰しもが、例えば僕ら経営陣からしても、どこの会社の社長だとしても理想は管理職が成長していって、この組織マネジメントまで考えられる人がであってほしいと思うはずなんで、ちょっとまとめますと、管理職は今を処理する人ではなくて未来を作る人、通常業務で忙しくても、通常業務っていうのは今日言ったオペレーションマネジメントとピープルマネジメント、それ忙しいだとしても、未来のための思考と行動にこそ時間を使うべき、要は組織マネジメントに時間を使うべきと、このやっぱ問いに向き合ってちゃんと手を打ち続けられる人が、本物の管理職であり、ちゃんと上に上がっていける人ですよと。結果出せる人ですよと、そういったことですね。未来を作るためにこそ、管理職があるべき姿。深い話ありがとうございました。本日は管理職の成長マップ3領域×段階別スキル構造ということでお話しさせていただきました。少しでも気づき学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。